作成段階ではまだ完成した絵っていうものが想像の中でしかないんですけれども、だんだん仕上がっていく中で目指していた絵というのがもうだんだん出来上がってきて、さらにはモンスターや NPC などを配置することによってマップが生き生きとしてきて、トレードを感じた瞬間が一番楽しいというか喜びになります。ファイナルファンタジー14でリードレベルデザイナーをしております高橋新です。ファイナルファンタジー14で作成されるすべての BG の発注管理とダンジョンやフェイトの企画、あと特殊なものとしてはフライングマウントや泳ぎ潜水といった特殊移動の使用を担当しております。環境の制作を担当しています志田正人です。四国のヴィランズの担当はお天気の制作と、あとフィールドのブラッシュアップ、あと団長のライティングなどを担当していました。リードアーティストの鈴木武雄です。FF14 では主にキャラクターやアニメーション、カットシーン、あとは背景だったりテクニカルアートだったり、そのグラフィックス全体の監修を行ってまして、でその中でも各セクションリーダーがそれぞれについてるんですが、背景とテクニカルアートに関してはそのセクションのリードも務めていました。企画の意図に沿ってアーティストがさまざまなアイデアを出していきました。例えば湖に浮かぶ不思議な島であったりとか蛮族の街であったりとか、そういったプレイヤーの皆さんが楽しんでいただける要素をマップ上に配置して、その上でストーリーと合わせてきました。ちょうど出張でサウジアラビアに行く機会があったんですけれども、そこでせっかく行くなら本物の砂漠を見てこようということで砂漠を見てきて、そこの実際に目で見て感じたものというのがアマーレで生かされていると思います。テクスチャーなんかもそこでデザイナーが写真いっぱい撮った中のものから作られていたりします。ラケティカ大森林はにあるロンカ遺跡はカンボジアのアンコール遺跡をイメージしていますね。コルシア島の制作の経緯なんですけれども、最初にコルシア島はイギリスのセブンシスターズという海岸をモチーフに作っていまして、海辺のかなり寂しい草原が広がっているというイメージで作っていきました。第一世界というのは原初世界のコピーじゃないですけども別世界みたいな存在なので、レイクランドというのは原初世界におけるモーズナの共造世界なんですけれども、その共造世界というイメージを残しつつ新しい絵というのをどうやって作ろうかというところでまずはアイデア出しというか行いまして、モーズナもヨウム天候という紫色の天候があるんですけども、そのイメージがやっぱりあそこのロケーションの一番特殊なイメージだと思うので、その紫色というものをコンセプトにレイクランドは作り上げていきました。レイクランドのビジュアルの制作ですけれども、初めに世界設定班の石川の方からこんな見た目にしたいという一枚の写真を加工したものを見せていただきまして、でそれをもとに、紫色のその林の水辺が広がっている様子をイメージしながら作っていったんですけども、自分の中では、紫色の桜の森がずっと続くようなかなり美しいイメージを持って植物の色調整を行っていました。レイクランドだと例えば湖の上にクジラのような島があるっていうのは最初にBG 指定があったわけじゃなくて BG 班の方からアイディアとして、目的地の一つとして作ったらどうかなっていうのをモックアップで作ったら、その後のシナリオを詰めていく会議のところで、最終的にテンペストに行くにはこのクジラが飛んでいって乗っかっていくっていうストーリーラインにしたいんで、なんでしょうね、そこが表示できるようにしてほしいとか、そういった指定がさらにやってくるっていうので作っていきました。そのロケーションの担当のデザイナーがマップにいろいろ遊び心といいますかでいろんなロケーションを散りばめていくんですけども、その中の一つとしてこういうのがあっても面白いかなって言って書いてもらったものを
だったんですよね、最初は。はい、光の反乱をこう表現しなきゃいけなくて、困ったことというか苦労した点っていうと、やっぱりフィールドの見た目って、天候だったり時間だったりっていうのでさまざまな変わり、景観の変わりが見せれるっていうのが、一つビジュアルを作っていくことで大きいんですね。でそこが何でしょうね、常に光っていて天候もそれ一つっていうのがまずすごく苦労しました。自分の、漆黒の美術の貢献ですが、無人光という天候の作成ですね。で無人光という天候は今回の物語を象徴する非常に重要な要素でした。光に満ち溢れているけれども雰囲気自体は重くて、で望まない方向に世界が変わってしまったっていう寂しさを表現できたらと思いました。ディレクターとイメージをすり合わせながら、エフェクトのスタッフとポットレアの見え方を探ったりして作ってきましたね。漆黒のヴィランズにおける特殊な業務としては、光の反乱というプレイヤーの状況によって環境が変わっていくんですけれども、その主要部分を担当しました。これによりプレイヤーの進行によって、環境を大きく変えるということができるようになりました。ゲーム的に干渉する釣れる魚が天候によって変化するであるとか、天気予報士のところをどうするとかっていった部分がやはりありまして、その辺のすり合わせというか仕様的なすり合わせ、スイスム合わせというのをするのが大変苦労しました。無人光のリサーチですが、厚みのある雲を表現したいと思っていて、実際に雲の撮影に出かけてみようと思って日本を飛び出してグアムの空の雲を写真に撮影して、それを加工して無人光の天候に使用しています。通常とは違った要素でいうと、先ほどコルシア島の話出ましたけど、中盤からドワーフだけしか入れない家を作ってほしいっていうのを頼まれたんで、そこは今までにないフローで制作をしていった感じはしますね。まず最初にディレクターの方からドワーフ専用の家欲しいというオーダーがあり、もともとそういう設定が、最初はなかったのでじゃあそれはどういう家なんだっていうのをまず担当のアーティストと相談しながら作り込んでいきまして、そうですね、あまり見た目は子供っぽいドワーフですけれども、部屋のインテリアなんかもそんなに子供っぽい見た目になりすぎないようになどいろいろな細かい注文やがあったりして、結構開発最後の方まで割と手を入れていろいろな生活用品を追加していきながら作っていきました。クリスタリングという町があるんですけれども、そこでは人々が日々暮らすために農業とかもやってるんですけれども、そこのスプリンクラーみたいなものがあって、そこは時間で止まったり動いたりするっていうのを担当のデザイナーさんが遊び心でそういう制御を入れたり、しておりました。今回漆黒のヴィランズで、第一世界を作り上げたんですけれども、そこが自分たちの想像以上に楽しんでくださっているようで、本当にありがとうございます。漆黒のヴィランズではバリエーションに富んださまざまなマップを用意しています。で時間によって空や光の見た目も変わっていくので、そうした移り変わるノルブラントの雰囲気を楽しんでいただけたらと思っています。漆黒のヴィランズの中できっとまだまだ見てない場所とかロケーションがいっぱいあると思いますので、たまにはフィールドを空飛んでゆっくり眺めて、一つ自分のお気に入りのものを発見してもらえると嬉しいです。